皆さんこんにちは、はるです。今回は初めてアフレコをつけてみました。感想をぜひコメントで教えてください。今回はずっと憧れていた川辺キャンプをします。川を眺めるだけで涼しくなりますね。山と川と空のコントラストに癒される。初めて川辺を運転してみたけど、岩が多くて運転が難しい。縛って磨いてムーが大好物。クンクンしてご挨拶してます。まだ1歳やけど。まだ2歳です。ほんまや。興奮。お友達おったな。よかったね。水浴びするんだ。すごい。みんな川に入ってる。川で泳ぐ姿に夏を感じます。ちょっと日が暮れて涼しいな。川の方に歩いてみます。川の中にちっちゃい魚がいっぱいいる。も川に興味津々。テーブルと椅子を出して一息つきます。エネルしてるな。嬉しいね。ムームを抱っこして川をのんびり眺める。忙しい日々の中でほっとできる瞬間をずっと大切にしていきたいですね。犬種のせいかな。ムームは他の犬がいると大興奮しちゃう。強制的に抱っこ。車の中に入って様子を見よう。視界に入らなかったら落ち着くみたい。晩ご飯の前だけどデザートタイム。夏といえばやっぱりスイカということで、スイカを持ってきました。小さいナイフでスイカを切るのは一苦労。最後は手でワイルドにもぎ取る。不格好だけどなんとか切れた。切り方やばい。うまっ。欲しい。よし。ちょこちょこ食べる姿が微笑ましい。後ろの人たちは気になるみたい。魚が飛び跳ねた。いらんの？いらないの？うまいよ。スイカを食べるとやっぱり夏を感じる。落ちている枯れ草と枝を拾います。ちょっと日が暮れてきたので急いで火起こしをします。石だらけの下で焚き火台がちょっと不安定。
舌が不安定だけどうまく巻き割りできるかな。芯があるのかうまく割れない。ふと前を見たら夕日がすごく綺麗。巻き割りは夢中になれるから大好き。ささっとフェザースティックを作っていきます。全然上達しない。難しいな。よいしょ。急いでるので今日はこれくらいにしていこう。だいぶ暗くなってきた。急ごう。燃えやすそうな草などを枝の下に置いていく。家から持ってきた松ぼっくりも入れる。燃えやすい木の皮も入れる。気づけばマッチの残りも少なくなってきた。以前の失敗を生かしてマッチはそっと置く。いい感じ。太い薪をくべていく。火をつけたら熱くなった。もうすぐ9月なのにまだ真夏みたいに暑い。秋が待ち遠しいですね。焚き火を見てると癒される。今日の晩ご飯は屋台メニューの定番、イカ焼き。普段イカはあまり食べないけど、去年屋台で食べたイカが美味しくて再現してみます。箸ではさすがに刺せないか。刺せない。頑張って刺してみたけど断念。串が燃えないように水につけます。お、串ならスムーズに刺せた。なんか見た目がいまいちだけど事前に醤油、砂糖、生姜で適当に味付けしました。めっちゃ夕日綺麗。夕日が沈む空が大好き。夕日の色が川に反射して幻想的。炭火で焼くイカ、どんな味になるかな。ワクワク。もう一本イカゲソの串も作っちゃおう。串が熱くて落ちちゃった。一気に暗くなってきた。香ばしい匂いが食欲をそそる。食べてみよう。いただきます。うまっ。最高。こうなるとやっぱりビールが欲しくなるよね。喉越し最高。イカとビール、最高の組み合わせだ。イカ焼きはやっぱりお酒のお供に最高。26歳だけどもうおじさん化が止まらない。
松ぼっくりと薪を追加。外で食べるとなんでこんなに美味しく感じるんだろう。美味しくてついお酒が進む。イカゲソも食べてみよう。部位が違うと味わいも2倍楽しめる。もういる？ムム、初めてのイカはどうかな。気に入ったみたい。夕日と焚き火、イカ焼きとビール、最高の夏のひとときだ。これだからキャンプはやめられない。炎の光に包まれるムム。ダメ。どうぞ。喉が渇いてたね。何か気になってるみたい。来ました、ムムのおやつタイム。待って、あかり。あご。よし。暗くなってきたのでランタンを灯します。2割引きしてたアジを丸焼きします。ムムがイカゲソを狙ってる。夜になると一層静かで自然の音が響く。焚き火の音と虫の声に癒される。ひっくり返したら皮が身にくっついた。ムム、大胆にイカにかぶりつき。美味しかったね。火が消えないように薪をそっと追加する。暗くてできてるか分かりにくい。やばい、火が消えそう。細い薪がなくなったので急いで薪割り。動いたらやっぱり熱い。そろそろできたかな。ムムがペロリと食べた。おー、ナイス。アジうまいね。うまっ。めっちゃうまい。できたかな。火が強くて結構熱い。熱火がついた。やっぱり手で豪快に食べるのが一番。小骨が多いので慎重に食べる。塩を忘れてもアジの旨味がしっかりしてて美味しい。ムムと一緒に食べると秒でなくなる。
落とした？地面が石だらけなので今日は車中泊をします。後ろの席をフラットにして車中泊仕様にしていく。マットを敷いて寝床を作ります。お気に入りの迷彩柄の寝袋を広げて寝る準備。一人だと少し心細いけどムムがいると安心して眠れる。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。